こんにちは、みだちゃる TV の愛です。今回の舞台は深谷市。初めて訪れた深谷駅ですが、駅を降り立ったその瞬間感じた第一印象は、うわーおしゃれな駅。赤レンガがとっても素敵ですね。深谷駅は東京駅の丸の内駅舎を模した赤レンガの駅舎が特徴です。このデザインは深谷が東京駅の建設にレンガを供給したという背景があるんだとか。そしてもう一つ、深谷市といえば一万円札の肖像画で有名な渋沢栄一さんの出身地としても知られていますね。今回はそんな深谷の街に以前から気になっているお宿があるのでお泊まりしに来ちゃいました。ということでホテルに行く前にちょっとだけ街ぶらしようかなと思っています。それでは旅のスタート。はい、ということでまず最初にやってきたのは滝宮神社です。こちらの神社はね、電車の中からもうすでに見えていて、JR 深谷駅南口を下車すると徒歩1分のところにあります。埼玉県深谷市の滝宮神社は、古くから水の神様を祀る神社として知られています。水の神として、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全にご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れます。滝の音が響く神聖な境内では心もスーッと浄化されるようです。自然と歴史が調和する癒しの神社ですね。まず清めましょう。お水でお清めをした後、この地に足を踏み入れさせていただいたことへのお礼を兼ねてご挨拶をさせていただきました。神社に来ると心が現れるような気がしますよね。深谷駅のロータリー側にやってきました。ふっかちゃんがくるくる回ってるからくり時計を発見。1時間ごとに渋沢栄一さんが登場するということなんですが、ちょっとタイミングが合わず見れませんでした。はい、駅のロータリー側の全体の雰囲気がこんな感じですね。もう少し街ぶらしてみようかな。そしてこちらには立派な渋沢栄一さんの像もありました。街ぶらしてます。駅を背にぐんぐんちょっと歩いてみてます。深谷駅を背に5、6分歩いたところでお茶屋さんを発見しました。最初ね、和菓子屋さんかなと思ったら、はい、お茶屋さんでした。そしてこのソフトクリームが気になって吸い寄せられるように店内に入ってきました。とっても素敵ですね。明治10年創業の歴史あるお茶屋さんです。ということで注文しちゃいました。濃厚宇治抹茶のソフトクリームです。京都宇治の厳選上級抹茶を贅沢に使用したオリジナルの抹茶ソフトクリームだそうです。香り高い抹茶の風味が口に広がり鼻に抜けていきます。さすがお茶屋さんの抹茶ソフトクリームでした。アイスに目がない私は至福の時間となりました。そしてせっかくなのでお茶を購入しようと、私の大好きな朝つゆをね、自分用とあと母用に購入しました。なんだか趣のある建物たどり着きました。こちらはミニシアターで全国で唯一の酒造を改装した映画館だそうです。中に入るとこんな感じでチケット売り場の横にカフェが併設されていて休憩ができる感じになってましたよ。ちょっと敷地内も見てみましょうか。まるで昭和の初期のイメージなのかな、舞台セットの中に飛び込んだような、そんなウキウキ感があります。実際にドラマのロケ地で使用されることもあるみたいですよ。この敷地内にはカフェや古本屋さんなども併設されていて、映画ファンだけではなくってレトロな雰囲気を楽しむ人々にも人気のスポットなんですって。
あらあら、占い発見ということで、水占いというのをやってみることにしました。はい。どんなことが書かれているかな？はい。水がね、すっごい濁ってて虫がいっぱい浮いてたので、はい。ホテルでやろうと思いました。ということで、今回のお宿はこちら、金東さんです。創業200年の心温まる旅館です。それでは中に入っていきましょう。はい、ということで、こちらはもともと旅館ということもありまして、スタッフの方がお部屋までご案内してくださいました。なのでもう突然お部屋なんですけれども、早速、ルームツアーです。部屋全体の雰囲気がこんな感じです。畳のいい香りがします。入り口入ってすぐのところに洗面台があって、冷蔵庫もあります。はい、デスクも和室にぴったりな木目調ですね。素敵。内線電話がなんと現代風。これがね、ほんのり緑ですごく落ち着きます。和室にぴったりですね。ベッドはとてもコンパクトでシングルベッドですけども十分な広さです。そして何よりも明るい。玄関の近くにテレビがあります。眩しいんで下ろしてみようかな。夜はこういう感じだね。窓2つです。側から見たお部屋がこんな感じです。はい、旅館っていう感じですね。浴衣です。お手洗いを見ていきましょう。お手洗いもすごくね、清潔感があります。グリーンでいいね。少し共有スペースも見ていきましょう。自動販売機は建物と建物のね、間にあります。で、なんとこちらには大浴場というか、小さいんですけれども、浴場があります。ちなみに温泉ではないです。はい、そしてお風呂場の正面を進むとコインランドリーもあります。ちなみにアルコールの自動販売機などはないので、お酒を飲みたい方はホテルに到着する前にコンビニで買ってくると良いかもしれませんね。はい、洋子から一応浴衣に着替えました。ちょっとね、ご飯の前に大浴場というか浴室があるので、お風呂に行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。なお、お風呂場はかなり小さくて家族風呂かなっていうぐらいなんですね。なので、他人様と一緒になると、ちょっと女性のは特に気まずい感じなんですけど、横にシャワールームも併設されているので、もしね、体だけしっかり洗いたいっていう方はそちらを利用することもできます。私の時間帯は誰もいらっしゃらなかったので、ゆっくりできました。はい、お風呂から出てきました。お夕飯を食べに行こうと思います。6時からラストオーダー8時30分の間、好きな時間に行っていいそうです。ルームキーを持ってきてくださいって書いてあります。ここで言っていいのかな？聞いてみよう。はい、1階のレストランに到着しました。お席も自由にね、選んでいいそうで、窓際を選びました。はい、ビール到着。旅館らしく燃えてます。では、乾杯。はい、このタイミングでお料理も到着しました。このね、旅館ね、スタッフの方の対応も素晴らしくって心地がいいんですよ。ほんとただいまって帰ってきたような気持ちになります。じゃあね、早速いただいていきますよ。綺麗でしょう？ほうれん草のおひたしがありましたのでいただきます。はい、優しい味です。旅行サイトのね、口コミでこの旅館はね、かなり高評価を取っていて、みんなね、教えたくない宿ですって書いてあった。私も本当は教えたくない宿の一つなんだけど、ミドチャレ TV をご覧になっているあなたにだけ公開しちゃいます。ちなみにまだ伝えてなかったと思うんですが、今回の一泊二食のお値段は8300円でした。すごくない？このお料理がついてたよ。はい。そしてこのハンバーグにこの後癒されます。さあではどんどん食べていきますよ。これはハマチかな？カンパチかな？いただきます。鮮度抜群でした。美味しかった。とろけちゃいます。続きましてサーモンです。サーモンのお刺身も脂が乗っていてとろけちゃいました。そしてこのね、ビールのグラスがとっても美味しいの。グラスが美味しいってちょっと伝わるかな？口を当てるところがものすごい細くて、ビールが美味しく感じるグラス。これね、繊細だから洗うの大変なんだよね。そういうところの心配りもすごいなと思いました。そして私の大好きな茶碗蒸しもいただいています。
そしてお料理が運ばれてきた時からこの見た目にテンションが上がった巻物お寿司かな。いただきます。これ中にね、ネギトロというか、マグロのすき身かな。はい、入ってました。むちゃくちゃ美味しかった。なんか、胃袋掴まれちゃいました。美味しくて震えちゃいます。そして、牛肉のお鍋もいただいていきます。少しまだ赤いので、しっかり火が通ってからいただきましたよ。では、実食。やっぱり深谷市なのでお野菜、特におネギからね、いただこうと思いましたが、なんか肉から取ってますね。まあ、肉食なんで、私、肉食女子でございます。あ、プライベートはね、肉食じゃないんです。普通？美味しいんだな、これが。はい、おネギをいただきますよ。これ深谷ネギかな。まあでも多分そうだよね。違ったらびっくりしちゃうね。おネギの優しい甘みがたまりません。ネギは熱々、ホクホク、トロトロで美味しいです。そしてやっぱりお肉が大好きな私。そしてビールもいつの間にか飲み干しそうですね。で飲み干しちゃいました。うまかった。はい、ハンバーグいただくよ。まず野菜からね、どんどん食べていきます。なんかここに来てね、急に家庭的なお料理がメインの方で登場することにびっくりしちゃう方もいらっしゃるかもしれないんだけど、このハンバーグがむちゃくちゃ美味しかったの。なんていうのかな、癒されるってこういうことだなっていう。まさに料理に恋するってこういう気持ち？うっとり。はい、ということでハンバーグを食べていたらご飯と一緒に食べたくなっちゃったんで、ご飯もいただいていきますよ。ここはね、セルフでご飯とかお味噌汁は取りに行く形になっています。はい、アサリのお味噌汁でした。はい、持ってきたよ。じゃあ、改めまして食べていきます。アサリのお出汁がしっかりと溶け込んでいて、これは五臓六腑に染み渡る。そして、ご飯と一緒にハンバーグを食べていきますよ。幸せじゃ。私はすっかり均等さんに胃袋をつかまれ、虜になってしまいました。すべて美味しくいただき、ごちそうさまでした。はい、お部屋に戻ってきました。どれも美味しかったです。ここめちゃくちゃいい。人気の理由が分かりました。いやー、美味しかった。あ、そうだ。今日昼間買った水みくじやってみようかな。ちょっとやってみるね。はい、中吉です。なんかでもあんまりいいこと書いてないな。見える？なんかね、一番見えるのはやっぱ仕事よね。見込み少ないって。旅行、南方が良い。沖縄ね。願い事、でも思うままに叶う。どういうこと？病気回復するが一生を選べる。恋愛、見込み？違うや。恋愛、積極的に進めて吉。積極的に進めて吉。誰に？じゃん、セブンイレブンのロックアイス。これにハイボールを入れていきたいと思います。これいいよね。便利。では、ハイボール。では、お疲れハイです。いいですね。この部屋なんかあれみたい。道民院さんの和のノロさん、和の道民院さんだけど値段は半分か。いや、ここすごい、めちゃくちゃいいです。穴場です。深谷駅の周辺に観光地はそんなにないけど、車だったらいろんなね、観光スポットに軽く10分15分で行ける。車がないとね、電車乗り継ぐからなんだかんだやっぱりドアツードアで1時間近くかかっちゃうから、私は今回はね行ってないんだけど、でも街ぶらだけでも十分すごい楽しめました。いやー、ああいうハンバーグ作れるようになりたいな。なんかね、うちのママのハンバーグにちょっと似てたんだよね。だからかな。なんか
でも私最近ね、ハンバーグをね、作ったの、豆腐ハンバーグ。すごい美味しかったから、今度ね、そのレシピやろうかな。おうち飲みもね、月1本ぐらいやろうかなって最近思うようになってきましたっていうのも、なんか旅をしすぎてて、もう楽しくて旅しちゃったんだけど、意外と自分は気持ちはこういう風に乗っかってるんだけど、体がついていってないみたいで、年だからね。そしたら体調を崩したから、月1ぐらいはおうちご飯とかもやろうかな。家に体をいさせるためにも、私が体を家にいさせるためにも。乾杯。今日のお菓子タイム。今日のお菓子はじゃん、深谷ネギエビチーズサンド。ふっかちゃんかわいい。いくらだったかな、忘れちゃった。600円とかかな、忘れちゃった。そのぐらい、600、700とか。食べます。こんな感じかな。お、チーズの香りがする。おー、チーズ好きなんでいただきます。硬い。今歯列矯正してるってこないで言ったけど、歯動かしてるところだから、特に動かしてる歯はね、ちょっと痛いの。外しても。だからゆっくり食べます。チーズ。うまっ。じゃーん、気になったやつ、チータラの札幌ポテト味、バーベキュー味、食べてみたいと思います。ピリッ。なんか匂いがチーズタラン、チーズタラン。いただきます。ちょっとしょっぱいかな。チータラいろんな種類があるよね。私好きなのね、プレーンとブラックペッパーとピスタチオみたいなやつ、それが好きかも。普通がいいかも。ごめんなさい。本当はこういうのしたくないからね。ということで、おやすみなさい。今日はベッドからじゃなくて、この電気消す感じ。おやすみ。おはようございます。朝です。その後身支度を終えて朝7時30分ぐらいに朝食会場に向かいました。朝のレストランはまた癒しの音楽が流れていて、小鳥のさえずりとかがすごい素敵なんですよ。癒しの空間がさらに癒しの空間になっていました。そして夜と同じくご飯とお味噌汁はセルフで、その他は持ってきてくださいます。今日の朝食がこちらでございます。サバの味噌煮、卵焼き。では、いただきます。フレッシュなサラダからいただきます。この小鳥のさえずりの聞こえる BGM がかなり私お気に入りになってしまい、何時間でもここいたいって思っちゃいました。まさに理想的なザ和食の朝食だよね。しかもさ、私の好きなおかずがたくさんありました。だし巻き卵こんなに朝から食べれるなんて幸せ。そしてこのサバの味噌煮、ついつい硬くなったりしょっぱくなりがちだけど、すっごく身が柔らかくって塩分も程よくってすっごく美味しかったの。ご飯がどんどん進んじゃいそうでした。そしてこのだし巻き卵がむちゃくちゃ美味しかったんです。もうね、まさに私の理想の味でした。朝から幸せと活力をいただき、今日も元気に過ごせそうです。ごちそうさまでした。チェックアウトは10時。おかみさんやスタッフの笑顔と美味しいお料理に癒されるお宿でした。私の大好きなお宿の一つとなった金東さん、また絶対訪れたいと思います。そして深谷市の旅の締めくくりに立ち寄ったのは深谷区役所。
この町のシンボルでもある赤レンガが使われていると聞いて、ちょっと見てみたくなったんです。外観も内装も静かに深谷らしさを語っていました。ということで、今回は最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひ応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドチャラ TV の愛でした。